今日は何を話そうかっていうと、なんだろう、なんかこの世の中にはたくさんいろんな先生っていうのがいるじゃん。例えばすごい例えが難しいけど、グルとかさ、でスピリチュアルの先生とかいると思うんだけど、そういう人たちの話が頭に入ってこないとか、心に届かないとかで、そういう私ってダメなんだろうかとか、理解できないんだけどっていうね、人がいたりするかもしれないんだけど、もうそれは全然大丈夫だっていうことを知ってほしい。というのが、私も昔12年前にインドの、リシュケシュにヨガを学びに行った時に、なんかすごい有名って言われるグルのところに、アシュラムに行って瞑想を学びに行ったのね。でその時にお話があって、話を聞いてるんだけど、確かに言うことは素晴らしいし、おーってなるんだけど、いやでもそうなるためにどうしたらいいかっていうプロセス、でもその人はもうそこをもうこう飛び越えちゃってて、もうそこに行ってるから、なんだその説明はなく、ただこうすればいいみたいな。でその時に、いやマジ難しいみたいになったのね。でそうなった時に、やっぱりあれ私って全然まだまだだしって思ったんだけど、そうだからこそ私が今こうやって人にね、瞑想とジャーナリングを教えて、本来の自分とつながるっていうメソッドを教えてるんだけど、正直これをする前、いや私なんて教えるなんてめっそうもないって思ってたのね。本当にこんな知識で、こんな経験値じゃ全然まだって思ってたんだけど、ある時にふとなんだろう、いつまでたっても勉強って終えないなって思ったの。一生勉強だなって思ったのね、人生って。じゃあ私がこの知識を、自分が学んだことをやっぱりちょっとでも多くの人にシェアしていかないとって。でそれと同時にそのヨガの時のそのインドのね話がつながるんだけど、いやふとね、今この自分の状態の時に思って、自分自身も反省したんだけど、昔私本当に苦労したのに、今の自分ってその時の自分を覚えてるようで、やっぱどうだったかっていうのをちゃんと覚えてない自分もいるのね。ってなった時に、やっぱり人って成長すればするほど、生きやすくはなるんだけど、逆に自分が苦労した部分っていうのをちゃんと覚えていれなかったり、共感性っていうのがなんか減っちゃってる気がするんだよね。ってなった時に、やっぱりリアルな状態でリアルな声っていうのはすごい大事だと思ったの。だからじゃあ私の、ね、この感じで助けれる、私の知識心がこうリンクする人たちを助けれたらいいなって思ったの。そうだからじゃあちょっと教えていきたいなって、助けていきたいなと思ってやったから、何が言いたいかっていうと、また話がちょっと飛んじゃったんだけど、結局そういうすごい有名なグルとかの話を聞いたりとか、そういうスピリチュアルな話の人を聞いても、なんか自分は全然共感できないし、そうは思わないっていうのは普通、全然普通だと思う。で私はいつも思うんだけど、私たちみんな人間だから、なんだろう、これが正しいっていうのはないと思うんだよね。だっていろんな価値観があるじゃん。で極端を言えば、私は肉アレルギーで肉が食べれないんだけど、そう私は肉アレルギーでも、ある人にとっちゃ肉がないと生きていけないっていう人もいるじゃん、健康的にもね。って考えたら人それぞれだから、自分の心もどういうやり方がその私の心には合ってるかとか、本当に人それぞれだから、これが正しいとかそういうのはできない。だから私も、私のこの経験があったからこう言えることっていっぱいあるんだけど、だからといってこれがみんなにいいなんて思ってない。だから人それぞれやっぱり合う合わないがあるから、私がおすすめするのは、いろんな人の話を聞いて、自分がはってなんか共感できるとか、すごいいいなとか、なんか心が求めてるなっていうのをやっぱりちょっと勉強したりとか聞いてみるっていうのはすごい大事だと思うし、なんかそういう人に出会えたらもう最高じゃない？私はね、個人的に結構いろんな人の話を聞くのが好きで、やっぱり一個に固執しちゃうのが苦手というか、やっぱりいろんな人の知識を知りたい。でそこからやっぱこう自分に合ってるなとか、そうだなって感じるものを実践してみたりとか、
実際の自分の生活に取り入れていくっていうのをやってって、で今の自分がいるんだけど、私はルールなんてないと思うそもそも。なぜならこの世界って本当に誰が作ったんやっていうね。で、私は神でもないし、私たち人間っていうのは本当に平等であると思うし、たとえ科学者であろうが心理学者であろうが、本当にそれは知識であって、実際の生活にこう反映していくと、やっぱり思いもよらなかった事実を知ったりとかさ、だから実際のこの生活、体験が一番大事だって私は思うから、だから私は個人的にやっぱりその自分のなんだろうな、経験とか体験が多いとか、ちゃんと経験をしてきた人の話っていうのはすごい興味がある、だから多分そういう人に興味があるからこそ、自分もやっぱり経験とかしないと人に言えないなと思うから、なんかいろんな経験をしてきたんだと思うのね。まあそれは私のね、こういうなんか価値観であるんだけど、そうだからなんかその自分はこういうなんか素晴らしいって言われてる人の話に共感できないとか理解できないっていうのは落ち込まなくてもいいし、なんかある意味、ね、いろんな人の話を聞いて、自分のなんか心に合った人に出会えるのが楽しみになるんじゃない、っていうことを伝えたくって、だから本当この世は10人十色じゃないけど、それぞれ自分に合ったなんか人を見つけていったらいいと思う。で、私はその教えてるっていうのは、そのなんて言うんだろう、まずそれを知るにはやっぱ本当の自分っていうのを知るのが大切だと思うの。それがキーになってる、鍵になってくる。その本当の自分を知るためにはやっぱり過去の傷とか、自分のね小さい頃に負った傷、それこそインナーチャイルドの傷とかトラウマ、それをジャーナリングと瞑想を使って癒すっていうことをしてるのね。でそれをすることで本来の自分の本当に好きなものとか、本当に自分が求めてるものとかが分かってくる。でそういうのを私は伝えていってる。でジャーナリングはアメリカですっごい必死になんか心理学とか脳神経科学すごい好きなのね。科学が基本で、脳神経科学すごい好きで、それをすごい勉強して、でそれをもとに作ったそのジャーナリング、それとあと瞑想はもうやっぱりね先ほども言ったように、私はやっぱ本質というか、ちゃんとそういうなんか伝統的なそういうものとかを知りたいから、そのまずインドで修行して、インドのアシュラムで瞑想を修行して、でスピリチュアルの修行とか行ったんだけど、そこで学んだ瞑想呼吸法を使って、その見つけた傷をね癒すっていう根本から。でそれを使いながら、今後はもう私が教えなくても自分でそういうのを癒したりとか、傷を見つけたり癒したりして、本来の自分とどんどんつながっていくっていう、それを私は望んでいる。でそれをすると、さっき言ったように、自分はどういう教えが好きか、どういう癒し方が自分に合ってるか、どういうふうに自分はこうなんか進んでいきたいのかっていうのが分かってくるから、だから本当に自分とつながるっていうのはとっても大切だと思う。ということでまた話それちゃったけどそうそれぞれ人それぞれ自分に合う合わないっていうのがあるから、たとえなんだろう、この人の話が理解できないとか全然大丈夫、なんか自分に合った人の話を聞いたりして、どんどん勉強していったら、よりいろんなね思考とかも開いてくるし、きっと楽しい魂の旅ができるんじゃないかなと思います。